皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ミカエリスメンテン式の構造は簡単ですね。しかし本式の誘導は過去にうまくできても再びやろうとすると結構苦労したという経験をお持ちの方が多いのではないかと思います。そこで今回はミカエリスメンテン式を効率よく導く方法についてお話しします。ここで紹介する方法によれば、本式を確実に短時間で導くことができます。1式は現在採用されている構想反応スキームです。本式は基質 S が酵素 E の触媒作用により複合体 ES を形成した後、生成物 P へ変換される過程を表しています。より厳密な反応スキームは、2式のように複合体 ES が EP へ変換される過程が含まれますが、1式ではこれが無視されていることに注意してください。1式からミカエリスメンテン式を導く方法には、迅速平行法と定常状態法があります。今回は迅速平行法について述べます。迅速平行法では、中間体 ES の生成過程が迅速平行の状態にあることを仮定しています。この仮定の設定により、ES から P が生成する過程は必然的に立足段階になります。ここで1式中の記号丸印は迅速平行、山印は立足段階の箇所を表しています。立足段階とは、その過程が全体の速度を決めていることを意味します。100メートルの距離を亀とウサギが50メートルずつバトンリレーしたとしましょう。最初に亀が50メートルを、その後ウサギがバトンを受けて残りの50メートルを走りました。この時、亀は1時間、ウサギは10秒を費やしました。合計時間は1時間10秒ですが、そのほとんどを亀の走った時間が占めています。これより、この100メートルのリレーにおいて、亀が全体の速度を決定していることがお分かりでしょうか。すなわち、亀の走りが立足段階になっています。私はずっと前、ミカエリスメンテン式について毎年講義を行う際に本式の導出を予習していました。この導出は式が簡単な割に意外と手間取るからです。そこでどうしたら予習をせずにこの式を短時間に導くことができるかと悩みました。その結果、導出の手順を系統化することでこの問題を解決しました。詳細は1997年初めに出版した説著に記しています。それでは、ミカエリスメンテン式を導出してみましょう。この方法は7つのステップからなります。ステップ1では、立足段階の箇所に対して P の生成速度式を設定します。ステップ2では、全酵素濃度 ET を求めます。ステップ3では、迅速平行の箇所に対して乖離乗数を設定します。ここで Km の上付き R はその値が迅速平行法による値であることを表します。ステップ4では、ステップ1で求めた式をステップ2の式で割ります。ステップ5では、ステップ3で設定した式を複合体濃度について解き、これをステップ4の式へ代入します。これは測定が困難な複合体濃度を式から消すための操作です。
式中に測定困難な変数が含まれていたら、これを消すことが実用的な式を誘導する際の常套手段であることを覚えておいてください。ステップ6では、ステップ5の式の分子分母から e を除き、両辺に et をかけて整理します。ここでの操作も測定が困難な有利状態の酵素の濃度 E を式から消すことが目的です。ステップ7では速度乗数 k プラス2と全酵素濃度 ET の積を Vmax と置き、最終的に見返りスメンテン式を得ます。ここで生成物の生成速度 Vp と基質消費速度 V は等しいので Vp を V で置き換えました。以上の方法によれば反応メカニズムが多少複雑な場合でも確実に速度式を導くことができます。ステップ1から7までの手順を暗記することが必要です。式の形はすぐ忘れますが、このような手順は意外と長く記憶できるものです。次回は S から P が生成する反応に並行し、この反応を触媒する酵素が特定の物質 I により阻害される場合の反応速度式を導きます。この導出を宿題としますので、次回の動画で答え合わせをしましょう。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。